端軌道をやってからデッキの値段を一角庭の径としてフェンスの方が平らになっちゃうんで、ここだけちょっとゴツゴツ感が。今回もガーデンリメイクということで、既存のフェンスとデッキをもう年数的に20年近くなってますから、それを全部撤去して新しいデッキとフェンスをウッドフェンスを作っていきたいと思います。あそこまでもう全部 L 字で、広くはないですけど、デッキをやれば結構広く活用ができるスペースですよね。外に部屋ができたっていう感じの使い勝手になりますから。フェンスです。一応1800ぐらいと、日本北から車があって、やっぱり一番人通りがそのぐらいの高さのフェンスがないとくつろげないっていう。今回のデザインでこのカードにちょっとここはブロックを積んで立ち上げて、ここだけ化粧全部フェンスで木でこう来ないで違う素材で使っていこうかなとは思ってます。壁を利用した形でちょっとしたお花を楽しむことができる空間。密数線がこうありまして、これをちょっと持って使いやすいこの系の中のデザイン的な雰囲気に持っていきます。はい、結構機能的な空間スペースあれにはなると思います。これから始めますのでよろしくお願いいたします。ですね、一応最初に工事としては進め方としては全てそうですが、フェンスの基礎をとにかく立てちゃいます。で、基礎を立てればその基礎を利用した形でデッキとのつなぎもできますから、そうですね、それを今日は全部で、あと高さの位置管理、こういうのがあるんで、寸法を出してどこがどうなるかっていうのは、はい、これ当たるかどうか、これがどのぐらいですね。そうですね、高さが。今回のデザインでこのカードにちょっとここはブロックを積んで立ち上げて、ここだけちょっと化粧
9段ぐらいです。だけどデッキからは1600ぐらいでなっちゃいますけど、フェンスよりちょっと低めかな。そうですね。だからこれはもう今こちらのベースにしてもしっかりもう、まあ、構造的にこういう鋭角なんで角なんでこっちに倒れるっていうことはないんで、これはもう15線のデッキ入れて、一応ね立ち水線がありまして非常にちょっと使いにくいで、お客様の方でこういうキャレタシンクを持ってるという、これを使ってくれないかという提案がありましたもんで、そしたらもうこのウォールの内側でここにシンクちょっと雰囲気よくしたいなとは思ってます。はい、だから内側はもう本当に空間広々となるんですけど、この一角でちょっと庭の景としてちょっと雰囲気、植物と水っていう感じの景にしたいと思って、ここだけ雰囲気をちょっと変えたいなと思っているんです。柱の基礎は一応こうやって終わりまして、フェンスの柱を立てて、でそれでデッキの柱にもなります。デッキと合体するんでフェンスも強度的には非常に丈夫なしっかりとしたものにはなります。これを柱立てれば、あとはデッキの根太を全部一応入れていきます。まず柱をやってからデッキの根太をやって、でデッキを全部張り終わってからフェンスを取り付けるという形になります。はい、フェンスの加工しながら柱を立っていきますから。これ延長、これ本店が。
一応ですね、排水と給水が一応設置できてるんで、この鉄筋の上に一応こういう台を塗っています。そうですね。でこれがもう排水の一応ちょっと桶の穴になりますから、まあ一応穴開けています。ここにあった給水がここに移設した通槽になります。これはもうベースモルタルで塗ってありますから、まあここに今度はジョリパッド、建物と同じぐらいの色かな、白ですね。白っぽい、まあ、ちょっとクリーム入ってますけど、それをちょっと全部塗っちゃいます。この色、イメージ的に室内も海っぽい、湘南っぽい感じのあれなんで、シンクもちょっと貝殻とかそういうのが回ってるデザインなんで、少しゴツゴツした感じを仕上げよう。こっちがフェーズの方が結構面的に平らになっちゃうんで、ここだけちょっとゴツゴツ感みたいな